そこだ、くらえ。プリミティアプレイヤー L です。今回はレーザー戦闘機を作ってみようと思います。飛行機にレーザーを搭載していい感じに攻撃できるようにしたいのでうまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは近くにある木を削除して作業スペースを確保したらレーザー戦闘機用のプロペラを作っていきます。あまり速度が速いと攻撃しづらいので速度重視ではなく小スペースと安定性重視でさらに中心部分に穴を開けることで覗きながらレーザーを撃てるようにします。こんな感じで正方形の軽量プラスチックの板をベアリングを少しずつ回転させながら接着を繰り返すことで70枚組み合わせたものを二重反転プロペラの軸に全部で4つ合計280枚の板を使ったドーナツ状のプロペラを作りました。こちらをバッテリー1本で回してみると、下側が 46rpm、上側が 47rpm とほぼ同じ回転数で回ってくれています。さらに私が手に持って2本のバッテリーを取り付けると、そのまま安定して浮かんでいきます。それほど大きくないプロペラなのに280枚というかなり多い枚数の板を使っているのでその分浮力も強いみたいです。そのままかなりの高度まで登っていってくれたのでこのプロペラなら十分飛行機にも使えそうですね。ではここからは先ほどのプロペラにつながった飛行機のフレームと操縦席、レーザーの部分を作ります。レーザーは正面と斜め下2種類の3方向に撃てるように組み立てていきましょう。レーザーが飛んでいく方向は太陽電池をつけることで見えるようにしています。プロペラの軸はガラス製なのでレーザーは貫通しますし斜め下の2方向もうまくプロペラとフレームを避けるように配置しました。このレーザーを2つのトリガーで3方向に発射できるようにします。右トリガーが正面、左トリガーが斜め下、両方のトリガーでその間に打ちたいのですが、両方のトリガーを引いたとき、他のレーザーも一瞬出てしまいます。こうならないように、回路に入れているトランジスタに通電を遅らせる効果がある薄い水晶を入れることで、両方のトリガーを引いたとき、真ん中のレーザーだけが出るようにしました。その分上下のレーザーを打つときは 0.2 秒ほど発射が遅れますが、よしとしましょう。レーザー用の回路ができたので、次はプロペラ用のスイッチを追加します。こちらはシンプルにコンデンサとトランジスタ、トリガースイッチを組み合わせることで、左側のトリガーでオフ、右側のトリガーでオンにできるようにしました。レーザーのトリガーとは別の回路にしているので、操作するときにトリガーの持ち替えが必要ですが、ちゃんと機能しているので問題はなさそうです。そして次は空を飛ぶのに必要な翼を作りましょう。こんな感じで3メートル四方の軽量プラスチックを16枚組み合わせた翼を少し斜め上向きになるように2枚取り付けます。角度をつけるのはその方が左右に傾きづらくなるからですね。まだ尾翼はつけていませんが、とりあえずこのままプロペラを回してみると、レーザーを打ちながらプロペラの力でしばらく滑走した後、崖に近づくと離陸してくれました。でも、あまり上昇しませんし、左右にふらついて安定しません。そのまま崖にぶつかってしまいました。こうならないように、尾翼をつけて安定させます。1メートル四方の板を5枚重ねたものを、水平尾翼と垂直尾翼として3セット取り付けました。これならどうでしょうか。早速飛ぼうとしてみると、
さっきよりいい感じに離陸してくれます。そのまま安定して飛んでいきますが、まだ上昇力が低く、手で機体を持ち上げていないと加工しようとします。そのまましばらく進むと、木にぶつかってしまいました。もっと上向きに飛べるようにするために、バッテリーの位置を後ろに配置することで、重心位置を下げましょう。こうすることで、尾翼の角度を変えなくても上に向かってくれるはずです。この状態でもう一度乗ってみると、これなら問題なく上昇することができています。でも、少し上昇力が高すぎて上向きになってしまいやすいので、もう少し重心位置を調整しましょう。先ほどは無理やりバッテリー位置だけ変えていたので、座席の位置や尾翼の位置もセットで変えて余計なパーツをなくしてスッキリさせました。この状態で離陸すると、かなり安定しているので、ちょうどいい重心位置になったみたいです。そして、そのまま右トリガーで正面にレーザーを撃つと、ちゃんと木に当たってダメージを与えてくれます。でも、やはり正面からのレーザーだと、木を破壊する前にぶつかってしまいます。やはり、左トリガーで画面下にレーザーを撃った方が、ぶつからずにダメージを与えられるので安心です。でも、レーザーの照射時間が短く、あまり大きなダメージを与えることができないのが、残念なところです。それでも、空中遺跡に余裕でたどり着けるくらい、飛行能力は高いので、もう少しレーザー部分を改良しましょう。コンデンサの数を倍の10個にすることで、レーザーが最大出力で照射される時間を伸ばしました。コンデンサが満タンになるまで、プロペラの出力は落ちますが、これなら強そうです。コンデンサが増えた分、少し重量が増えましたが、飛行には影響せず、スムーズに離陸できました。もちろん、レーザーの照射時間も増えているので、斜め下にレーザーを発射することで、簡単に木を破壊することができています。3方向に打ち分けできますが、一番上は対空用、一番下は対地用に使えて、真ん中は中途半端で使いどころがあまりない感じでした。カメラを固定して旋回性能を見てみると、そんなに大きくない機体のおかげで、それなりの旋回半径でいい感じに U ターンすることができました。速度の方は通常状態で秒速5メートルくらい。レーザーを撃ってコンデンサが消耗した状態だと秒速 2.5 メートルくらいと飛行機にしては遅いですが、その分レーザーを当てやすいので、レーザー戦闘機としてはちょうどいい速度になったと思います。ちなみに私の視点だとこんな感じです。下側の右トリガーを引いてプロペラの電源を入れたら上のトリガーを持って機体をコントロールしていきましょう。右のトリガーを引けば正面にレーザーを撃てます。狙いが見やすいので当てやすい攻撃ですが、そのままぶつかってしまいやすいので、両方のトリガーを引いて一段斜め下へのレーザー攻撃か、左側のトリガーだけを引いてさらに下へのレーザー攻撃を活用しましょう。地面にある標的にはこのレーザーが一番当てやすいです。それでは次は以前作ったベアリング動力で飛ぶ量産型飛行機を標的として飛ばして、それを追いかけて撃ち落としてみましょう。ベアリングを開放して量産型飛行機を飛ばしたら、そのすぐ後に私もレーザー戦闘機に乗って追いかけます。風に吹かれて左方向に旋回していくので、それをなんとか追いかけて攻撃を仕掛けましょう。なんとか視界に入れたので、右トリガーのレーザーを撃ちます。衝撃は外しましたが、そこだ、くらえ。よし、レーザーが命中して標的を破壊して燃やしました。攻撃成功ですね。量産型飛行機はそのまま墜落していきます。なかなかいい光景ですね。それでは最後はレーザー戦闘機に乗って
行けるところまで行ってみましょう。ついでにもう一度量産型飛行機を飛ばした後、それを追いかけて攻撃します。少し浮かんだところで、いい感じにレーザーが当たって破壊することができました。まだまだバッテリーには余裕があるので、そのまま進みながら、チャンスがあれば金を破壊していきます。レーザーによる攻撃は、火薬を使った弾丸と比べて、機体への振動もダメージも発生しないので、飛行機に搭載するには、ちょうどいい武装ですね。その代わり威力は高くないので、硬い敵を倒せないのが弱点です。そのまましばらく進んでいると、ここでバッテリーが切れました。ここでフライトは終了ですね。それでは、十分レーザーによる攻撃を楽しんで、お腹も空いてきたので、スライムを召喚して、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれたレーザー戦闘機さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録